皆様こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回はこちらのこういうね、ちょっとおしゃれなシルエットのポシェットを作っていきます。今回こちらではね、持ち手タイプのもので紹介していますけれども、本書の方ではポシェットタイプとして紹介させていただいています。このチャンネルでは初心者様にも分かりやすいように丁寧に音声で解説する動画を配信しています。今回はこちらの定規を使って紹介していきます。このくびれの部分を活用していきます。定規がお手持ちにない方でもぜひ一緒にチャレンジしていただけたらと思います。で今回はファスナーとか難しい部分がないので、ただね、こういうちょっとレースを挟んでみたりとかタグを縫い付けてみるとか、そういうちょっとしたワンポイントの方を紹介させていただいています。開けると実はこのちっちゃいんですけど内ポケットがついてるんですね。で普段とはちょっと違う内ポケットの付け方も紹介していますので、動画の方を最後までご覧いただきながら一緒に作っていただけたらと思います。それでは早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介です。画面をご覧いただきながらご用意の方をお願いします。それでは裁断方法を紹介します。なのでこのままもう当てたらこのカーブを描いていくだけなんですが、こういう感じでこの部分は直線に上の部分はそのままピタッとだいたい5ミリぐらい間が空いてれば大丈夫かなというところ。この端の部分を1センチずつアイロンで折り目をつけていきましょう。でリバティとか薄い生地を使う場合はこの裏面に接着芯を貼っておくといいですよ。薄地のね接着芯の方を貼って準備の方お願いします。こういうアイロン定規を当てながら1センチ折ると便利です。今回使用する素材はシーチングになっていますので、結構張りがあるので厚みそのままにしています。接着芯などは貼らずに同じ幅になっているかどうか中表に合わせてここを揃えておくといいですよ。実際にねそこで合わせていきますので綺麗に仕上がってきます。そうしたらこのタブの方も一緒にアイロン作業していきます。まず2つ折りにしていただいて、持ち手を作る時といつものねやり方と同じです。まず半分に折ってこのね線ができたところに布端を揃えていきます。今回生地の紹介遅れましたけれども、こちらのねグリーンの素敵な生地、旅の動画の方も配信してるんですけれども、こちらはねフランスのパリで購入してきた生地になりますね。生地のこのデザインもフランスっぽいですよね。でフランスはフランスコットンって言って結構ね現地の方で生産されてるものが多いみたいです。すごく質感も良くて気に入ってる生地です。もっとね購入しとけばよかったなって思いました。それからこちらの黄色い生地、こちらはオックスの生地になります。でコレクションズさんで販売中のミモザというカラーになります。これねコットンタイムの表紙になった、ポシェットと同じ生地になってます。それから内布に使ってるのもレコレクションズさんで販売中のバイオウォッシュリネンのハーフリネンの方になります。薄地で仕立てもしやすく、内布にするのはちょっとねもったいないんですけど張り感がちょうどいいのでこちら2枚で合わせてみました。ぜひ生地選びの参考にしてみてください。続いて本体の方にこちらのパーツレースとこちらのボーダーをつけていく方法を紹介します。今回はですね1枚このようにつけて、このままでもねもちろんおしゃれなんですが、久しぶりにレースを使ってみることにしました。なので仕上がりのイメージとしてはこんな感じになります。ではまず最初にこちらに合い印を入れていきましょう。中央の合い印の入れ方は本体をつけた時と同じにして斜めにカットしていきます。そしたらもう1枚も同じようにして合い印を入れましょう。そうしたらこのつけた合い印を本体の
中央の合い印に重ねます。そしたら両脇にレースを挟みますので、レースを入れていきます。ちょうどこのレースはこういう風に折り目がありますので、この折り目のこの部分まで5ミリぐらいは深く入れた方がいいかなと思います。同じ幅のレースが見つからない時は細いレースなどで代用してみたり、あとねレースなしで作るのもいいかなと思います。そしたらねこうレース止めた後、左右対称になるようにしてしっかりと合わせていきましょう。同じようにしてもう1枚の方もつけておきます。では止まったところです。この後両側の際を縫います。際を縫う時に便利なのがこちらのよくね登場する立ち目かがり押さえになります。通常はジグザグ縫い用に使う押さえパーツなんですけれども、家庭用ミシンでこちらが同じねタイプがある方は是非お試しください。このような感じで布の端を押さえながらね、縫うことができます。今回使用するミシンは重機の家庭用ミシン EX7。縫い目の長さは通常の 2.4 もしくは 2.6 などでご準備ください。ミシンの針は11番普通地用になります。そしたら上糸少し引っ張って返し縫いからスタートしましょう。そうしたら5ミリほど手前で針を止めたら押さえを上げます。続けてここも縫っていきます。大体端から5ミリぐらいを仮止めして反対側に向かっていきます。そしたら続き同じようにして縫いましょう。続いてアクセントになるこのねタグを縫い付けていきます。このタグの位置いつも皆さんお悩みかと思うんですが、今回こちらの定規を使って活用しながら場所を決めていきたいと思います。こんな感じでこうポーチに当てていただいて、この下から6センチのところにちょうどねこの太い線があります。この線がちょうど下から6センチになります。この線ですね。で今回はこの幅が6センチのタイプのものになりますので、短い場合はちょっと調整しながら位置、この左側に合わせる位置は調整していただきたいんですが、今回は6センチになるので、この首抜きのある部分と6センチの線ですね。この線が6センチの線になってます。このような感じで合わせるとちょうどこの縫い代とのバランスがいいかなと思ってます。そしたら裏面に両面テープ貼ってありますので、これで仮止めをしていきます。バランスが悪いかなと思ったら少し上に上げてみたりとか、ご自身のお手持ちのタグによってこう合わせる位置調整してみてください。それではタグの周囲をここから縫い始めて、ここまでまず縫いましょう。で最後こうぐるっと縫っていくという方法を紹介していきます。このアクセントタグの縫い方も何度かね紹介してますが、まず針を一番端のねところに刺したら押さえを下げます。で上糸しっかり引っ張っておきましょう。でまずここから角いってここまで縫いましょう。でここまで来たら押さえを上げます。そしたら布を一回めくって最初の下糸を少し引っ張ってみてください。そうするとね輪っかが出てくるんですね。一を使ってこうやって割り出しましょう。ちょっとキルトがあるとやりにくいですけど、これでビューって出てきたところです。そしたらもう一度表にして、そうするとねこの部分きれいになってますね。押さえを下げて続きを縫っていきます。そしたら最初の縫い目のところまで来たら3目ほどミシン目重ねましょう。で返し縫いします。このような感じで綺麗に縫えたところです。裏面もこのような風になっていて、このね下側に4本糸が飛び出てるような感じになっています。これで表面のパ
ーツの方が仕上がったところです。続いて内ポケットを作ります。まず2つ折りにしていただいて、脇タブなど使用する場合はこの時点でご準備をお願いします。そしたら端を留めます。端から1センチを縫いましょう。1センチを縫うときはこういうふうにマスキングテープを貼って布の端とこのマスキングテープを合わせて縫うようにすると綺麗にまっすぐ縫うことができますので、ガイド代わりになります。是非活用してみてください。そしたら1センチ先に針を下ろして返し縫いからスタートします。はい、では縫い終えたところで一度表にしましょう。ポケットのね作り方はいつも共通にしてるんですけれども、生地方向を見ながらこの部分がポケット口の表目になります。でこのコロコロオープナーを使いましょう。折りにつけておきます。これがね実際の仕上がりの形になります。そしたらこのアクセントに使う脇タブをこの時点でつけます。このちょうど縫い代の重なりのこの下のところにピタッと合わせて端から 5mm で仮止めします。はい、じゃあこんな風に仮止めができたところでもう一度ね裏にしていきます。裏にしたら今縫い代が上の方に倒れている状態です。このねタグが左側に来ていて、そしたらこの反対側のこの輪の方、輪っていうかねこっちの方をこの縫い代に合わせます。ピタッとこういう風に合わせてみましょう。でこのタブをつけた方に返し口を作りますので、途中まで待ち針で留めておいて、反対側も同じようにしてこの余ってる部分こう上に合わせてこの縫い代のところにピタッと合わせます。そしたら両端を1センチ縫います。でこちらのタブがついてる方は返し口を残すようにしますので、こちらは縫わないというサインをつけておきます。だいたい 4,5 センチ空いてれば十分かなと思います。そしたら端から端までこの返し口を残して両端を縫いましょう。タブのあるところは返し縫いしましょう。表に返していきます。で表に返す時にこの角はしっかりとこう畳んで、内側から角をしっかり出してから表に返していきましょう。目打ちでねこうやってちょっと中に入れて、角ね全部同じようにしてこう畳んでからやっておくと仕上がりが綺麗になります。では表にしたところでこの角のところミシン目とミシン目の間に目打ちを差し込んでグッとこう押し出すような感じで最後整えておきます。アイロンできれいに整えてから進めていきます。そしたら先ほども紹介したこちらの立ち目かがり押さえを使ってポケットの口のところこの部分の際を縫います。で同時にですねこちらのループの方も一緒に作っていきます。同じようにしてこのようにして縫いましょう。はい、それでねこの押さえパーツがない方は際を縫うようにしてくださいね。だいたい 1.5mm ぐらい目安にされるといいかなと思います。5mm ほど手前で押さえ上げて反対側も縫っていきます。続けて縫っていきます。そしたら内ポケットを本体の内布に縫い付けていきます。で合い印の付け方なんですが、ポケットはこの中心の上から 6.5 センチのところにつけます。この定規は 5mm 刻みに目盛りがありますので、ちょうどこの位置で印をつけてください。で 5mm ほど上に線を引いて横にも線を引いておきます。今度はこのポケットのこの高さに合わせて横の線を引いていきます。6.5 センチで引きやすい部分を見つけて線を引きます。
でここがちょうどポケットの中央の部分になりますので、ポケットを2つ折りにしてこの中心のところに合わせます。合わせたらもうこの2本のところもポケットの高さに合わせましょう。こうすることでずれにくくなります。結構まっすぐ縫っていってもどうしても斜めになっていっちゃいますけどね、こうやってやっとくといいでしょう。あとはそうしたらポケットの付け方なんですが、いつもはねここの部分こうやってコの字で縫ってるんですが、こういう布小物で小さい場合はあんまりこう細かくやらなくても、この部分だけしっかり返し縫いをしておくといいかなと思うので、今回はちょっと別の方法を紹介していきます。この立ち目かがり押さえ使ってみましょう。はい、そしたらまず3目ほど前に進みます。ちょうどこのポケットのこの縫い代がカタンと落ちるところまで縫いましょう。はい、そうしたら返し縫いをします。今3目来たので3目下がります。でもう1目だけ下がりましょう。はい、そしたら今ちょうどポケットから針が落ちたところになります。そしたら前に進めます。これで30縫いをしたことになります。際まで来たら押さえを上げて角を縫っていきます。で縫い終わりに来たらこの針をポケットから落とすようにします。1目今ね落ちてるところです。ここで返し縫いしましょう。はい、ちょうどこの段のところまで返し縫いしてもう一度前に進めます。30縫いをします。はい、でこういうふうにねしっかりと布をくるむようなイメージで縫い留めておくとポケット口しっかりしてきます。こういう縫い方もありますので、こうちっちゃいポケットの時はねそんなに強度心配じゃないなっていう時はこういうやり方も試してみてください。それではショルダーを留める脇のタブを作ります。このような感じで両端縫い終えたところで2つ折りにしましょう。2つに分けていきます。このまま半分に切っちゃいましょう。はい、そしたら D カンを通して端を 5mm で仮留めしましょう。まずポケットのある面がこのタグがない方と重なり合わせてください。でタグがついてる面と何もついてない面を重なり合わせてこの内側を見ながら縫っていきます。キルトの面ではない方を見ながらまず中央で合わせましょう。中央と両サイドを合わせていきます。1センチ縫いましょう。はい、縫い終えたところです。そしたらこのショルダー用のタブを仮留めしていきます。一回表にして両側とも縫い代をこのね内布側に肩倒しにしておきます。でしっかりとコロコロオープナーで倒しておきましょう。そしたらタブをつけておきます。縫い代でこうカタンって倒れるところにピタッと合わせましょう。合わせたら端から 5mm のところを仮留めします。はい、こんな感じでしっかりと仮留めができたところです。反対側の面を重ねましょう。縫い代は同じ方向にこのね内布側に倒れているようになります。ちょっと合わせるの難しいんですが、このね脇タブがあることでここがねしっかりカチッと止まるんでしょう。でこれで1回待ち針で留めておきましょう。返し口は平らな部分がいいのでこの底の部分に作ろうと思います。6センチほど返し口を作りましょう。縫わないというふうにバツをつけておきます。バツをつけたらこの線書いたところに待ち針を留めておくといいですよ。だいたい6、7センチぐらいでいいかなと思います。そしたらこの返し口を縫い残してぐるっと一周を
縫いましょう。でこの脇の部分ですね、ずれやすいのでこの部分は特に気をつけながら縫っていきましょう。カーブの部分はゆっくり縫いましょう。マスキングテープのガイドがすごく役に立ちますので、目線をねこの布端とこのマスキングテープのところに合わせていくといいですよ。そしたら脇の部分に来ましたので、この部分ねずれてないかしっかりチェックしながら縫いましょう。金具もありますので縫わないように気をつけてください。縫い込んじゃうとね針折れちゃいますから。でこの部分返し縫いしておきます。この部分ずれると結構目立ってきますので、ここを縫う時も意識しながらもう一回ちゃんと止まってるか確認しながら縫い進めていってください。目打ちでねしっかり押さえておいてもいいですよ。待ち針外すとどうしてもねずれてきちゃいますからね。では返し口のところも返し縫いをして終わりになります。あと途中でも説明したんですが、この部分ですね、目打ちでしっかり押さえれば綺麗に揃ってきますので、こんな感じでねこう揃えておくと非常に仕上がり響いてきますので。そしたらこのカーブのところ切り込み入れていきましょう。内側の方には切り込み入れず外側だけに入れていきます。カーブの強いところだけこういうふうに7ミリ間隔でミシン目のね際のところまで入れていきましょう。そしたら切り込みを入れた後に3ミリほどですね、カーブのところちょっと縫い代を切り落としておきます。あんまり切りすぎないように気をつけてください。こうやって切っておくと表にした時にこのカーブのところのごわつきが防げますので、こんな風にしておきましょう。あとこういう風にとんがってるところですね、ここも斜めにちょっと入れておくといいですよ。重なり合う縫い代が厚くなりすぎちゃうので、この部分も少し斜めに入れて、はい、そうしたら表にしていきます。この返し口から表にしましょう。生まれてくる瞬間、この瞬間がね私は一番好きなんですけれども、特にねこれ小物とかはちまちまやった作業の後ですからね、楽しいですよね。はい、じゃあゆるっと出てきたところで形を整えていきます。はい、では、形をねきれいに整えたところで仕上げに塗っていきますよ。あともう少しなので頑張りましょう。そしたらこの返し口から指を入れて、この縫い合わせのところの縫い代を開きます。平らにして、この黄色の縫い代のところで折り返すような感じです。こういう風にして見せていきます。厚みがあるのでクリップなどで留めておきましょう。ただ反対側も同じようにします。そしたらこの部分ですね、留めていきます。はい、ではきれいに留まったところで今度はこの際をぐるっと一周縫いましょう。このね脇のところから縫い始めるようにします。で最初の縫い目のところに来たらこの根元からしっかりと糸を切ります。糸を切ったらここまで重ねて縫ってみましょう。D カンがねちょっと邪魔しますけどね、ゆっくり縫いましょう。縫い終えたところになります。こんな感じですね。それで最後は返し口を閉じようと思います。返し口もミシンで仕上げていこうかと思います。返し口はこの閉じ口から5ミリずつ多めに
きわを縫いましょう。同じとじで手縫いで縫い仕上げる方法は別の動画でも紹介していますので、そちらの方を参考にしていただけたらと思います。これでほぼね完成になります。それでは仕上げにバネホックをつけていきます。このね金具タイプのものはやっぱりハンドプレスがあった方が綺麗に仕上がりますので、もしねプレス機がお手持ちにない方はスナップボタンをこう手ではめるパーツとかもありますので、そちらの方代用していただけたらと思います。そしたらちょうどこの中央のところを測って、今ですねこの部分が8センチになってますので、4センチのところに印をつけます。ちょうど真ん中のところですね。印をつけたら目打ちで穴を開けていきます。で反対側も同じようにします。そしたら表面側の方にこちらのパーツをつけていきます。でこのハンドプレス機も別の動画で紹介していますので、そちらの方で購入先などご覧いただけます。このね足の長い方を入れたら、また今度はプレス機でこのように差し込んで上かぶせて、そのままギュッとプレスしていきます。はい、いかがだったでしょうか。これで完成になります。ちょっとね持ち手の短いタイプなんですが、このようにつけてみました。こういう風にするとちょっとしたハンドバッグにしてみたりとか、バックインバッグにも、ね、便利なサイズ感じゃないかなっていう風に思います。よかったら皆様の手作りにお役立ていただけると嬉しいです。これねちょっとしたこのくびれがね何とも言えないですよね。私の方ではくびれポーチとして以前ですね紹介してたものをちょっと再現してみました。今回の定規を使ってね。もしまだ定規ないよっていう方は是非ねこういう可愛い形もできますのでご検討いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。で動画がね参考になりましたらグッドボタンいただけると、最後にねグッドボタンを押していただけると大変動画の制作の励みになりますのでよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。で今回の YouTube 動画をご覧いただいて、さらにステップアップを目指されたい方には、私はですね防具学園で普段授業の方を行っております。あとオンライン講座も各種ございますので、ぜひこの機会にご受講をご検討いただけますと嬉しいです。あとおすすめの手芸道具なども概要欄に記載していますので、よかったら時々チェックしてみてください。